雪女。武蔵の国のある村に茂作、蓑吉という2人の木こりがいた。この話のあった自分には茂作は老人であった。そして彼の年季奉公人であった蓑吉は18の少年であった。毎日彼らは村から約2里離れた森へ一緒に出かけた。その森へ行く道に越さねばならない大きな川がある。そして渡し船がある。私のあるところにたびたび橋が架けられたが、その橋は洪水のあるたびごとに流された。川のあふれる時には普通の橋ではその急流を防ぐことはできない。茂吉と蓑吉はある大層寒い晩、帰り道で大吹雪にあった。渡し場に着いた。渡し森は船を川の向こう側に残したままで帰ったことが分かった。泳がれるような日ではなかった。それで木こりは渡し森の小屋に避難した。避難所の見つかったことを行幸に思いながら、小屋には火鉢はなかった。火を焚くべき場所もなかった。窓のない一方口の二畳敷きの小屋であった。茂作と蓑吉は戸を閉めて蓑を着て休憩するために横になった。はじめのうちはさほど寒いとも感じなかった。そして嵐はじきに止むと思った。老人はじきに眠りについた。しかし少年蓑吉は長い間目を覚ましていて、恐ろしい風や戸に当たる雪の絶えない音を聞いていた。川はゴーゴーと鳴っていた。小屋は海上の和船のように揺れてミシミシ音がした。恐ろしい大吹雪であった。空気は一刻一刻寒くなってきた。そして蓑吉は蓑の下で震えていた。しかしとうとう寒さにもかかわらず彼もまた寝込んだ。彼は顔に夕立のように雪がかかるので目が覚めた。小屋の戸は無理押しに開かれていた。そして雪明かりで部屋のうちに女、全く白装束の女を見た。その女は茂作の上にかがんで彼女の息を吹きかけていた。そして彼女の息は明るい白い煙のようであった。ほとんど同時に蓑吉の方へ振り向いて彼の上にかがんだ。彼は叫ぼうとしたが何の音も発することができなかった。白衣の女は彼の上にだんだん低くかがんで、しまいに彼女の顔はほとんど彼に触れるようになった。そして彼女の目は恐ろしかったが、彼女が大層きれいであることを見た。しばらく彼女は彼を見続けていた。それから彼女は微笑した。そしてささやいた。私は今一人の人のようにあなたをしようかと思った。しかしあなたを気の毒だと思わずにはいられない。あなたは若いのだから。あなたは美少年ね、蓑吉さん。もう私はあなたを害しはしません。しかしもしあなたが今夜見たことを誰かに、あなたの母さんにでも言ったら、私にわかります。そして私、あなたを殺します。覚えていらっしゃい。私の言うことを。そう言って向き直って彼女は戸口から出て行った。その時彼は自分の動けることを知って飛び起きて外を見た。しかし女はどこにも見えなかった。そして雪は小屋の中へ激しく吹きつけていた。蓑吉は戸を閉めて、それに木の棒をいくつか立てかけてそれを支えた。彼は風が戸を吹き飛ばしたのかと思ってみた。
彼はただ夢を見ていたかもしれないと思った。それで入り口の雪明かりのきらめきを白い女の形と思い違いしたのかもしれないと思った。しかもそれも確かではなかった。彼は模索を呼んでみた。そして老人が返事をしなかったので驚いた。彼は暗がりへ手をやって模索の顔に触ってみた。そしてそれが氷であることが分かった。模索は硬くなって死んでいった。明け方になって吹雪は止んだ。そして日の出のあと少ししてから渡し森がその小屋に戻ってきたとき、模索の凍えた死体のそばに蓑吉が知覚を失うで倒れているのを発見した。蓑吉は直ちに解放された。そしてすぐに正気に帰った。しかし彼はその恐ろしい夜の寒さの結果、長い間病んでいた。彼はまた老人の死によってひどく驚かされた。しかし彼は白衣の女の現れたことについては何も言わなかった。再び達者になるとすぐに彼の職業に帰った。毎朝一人で森へ行き、夕方木の束を持って帰った。彼の母は彼を助けてそれを売った。翌年の冬のある晩、家に帰る途中、偶然同じ道を旅している一人の若い女に追いついた。彼女は背の高いほっそりした少女で大層きれいであった。そして蓑吉の挨拶に応えた彼女の声は歌う鳥の声のように彼の耳に愉快であった。それから彼は彼女と並んで歩いた。そして話をしだした。少女は名はおゆきであると言った。それからこの頃両親とも亡くなったこと、それから江戸へ行くつもりであること、そこに何軒か貧しい親類のあること、その人たちは女中としての地位を見つけてくれるだろうということなど。蓑吉はすぐにこの知らない少女に懐かしさを感じてきた。そして見れば見るほど彼女が一層きれいに見えた。彼は彼女に約束の夫があるかと聞いた。彼女は笑いながら何の約束もないと答えた。それから今度は彼女の方で蓑吉は結婚しているか、あるいは約束があるかと尋ねた。彼は彼女に養うべき母が一人あるが、お嫁の問題はまだ自分が若いから考えに上ったことはないと答えた。こんな打ち明け話の後で彼らは長い間物を言わないで歩いた。しかしことわざにある通り、気があれば目も口ほどに物を言いであった。村に着く頃までに彼らはお互いに大層気に入っていた。そしてその時蓑吉はしばらく自分の家で休むようにとおゆきに言った。彼女はしばらくはにかんでためらっていたが、彼と共にそこへ行った。そして彼の母は彼女を歓迎して彼女のために温かい食事を用意した。おゆきの立ち居振る舞いはそんなに良かったので、蓑吉の母は急に好きになって彼女に江戸への旅を延ばすように勧めた。そして自然の成り行きとしておゆきは江戸へはついに行かなかった。彼女はお嫁としてその家にとどまった。おゆきは大層良い嫁であることが分かった。蓑吉の母が死ぬようになった時、5年ばかりの後、彼女の最後の言葉は彼女の嫁に対する愛情と称賛の言葉であった。そしておゆきは蓑吉に男女10人の子供を産んだ。皆きれいな子供で色が非常に白かった。
田舎の人々はおゆきを生まれつき自分らと違った不思議な人と考えた。大概の農夫の女は早く年を取る。しかしおゆきは10人の子供の母となった後でも初めて村へ来た日と同じように若くてみずみずしく見えた。ある晩、子供らが寝た後でおゆきはあんどんの光で針仕事をしていた。そして蓑吉は彼女を見つめながら言った。お前がそうして顔に明かりを受けて針仕事をしているのを見ると、わしが18の少年の時あった不思議なことが思い出される。わしはその時、今のお前のようにきれいな、そして色白な人を見た。全くその女はお前にそっくりだったよ。仕事から目を上げないでおゆきは答えた。その人の話をしてちょうだい。どこでお会いになったの？そこで蓑吉は渡し森の小屋で過ごした恐ろしい夜のことを彼女に話した。そしてニコニコしてささやきながら自分の上にかがんだ白い女のこと、それから模索老人のものも言わずに死んだこと、そして彼は言った。眠っている時にでも起きている時にでも、お前のようなきれいな人を見たのはその時だけだ。もちろんそれは人間じゃなかった。そしてわしはその女が恐ろしかった。大変恐ろしかった。がその女は大変白かった。実際わしが見たのは夢であったか、それとも雪女であったかわからないでいる。おゆきは縫い物を投げ捨てて立ち上がって蓑吉の座っているところで彼の上にかがんで彼の顔に向かって叫んだ。それは私でした。それはユキでした。そしてあの時、あなたがそのことを一言でも言ったら私はあなたを殺すと言いました。そこに眠っている子供らがいなかったら今すぐあなたを殺すのでした。でも今あなたは子供らを大事になさる方がいい。もし子供らがあなたに不平を言うべき理由でもあったら、私はそれ相当にあなたを扱うつもりだから。彼女が叫んでいる最中、彼女の声は細くなっていった。風の叫びのように。それから彼女は輝いた白い霞となって屋根の胸木の方へ登って、それから煙出しの穴を通って震えながら出て行き、もう再び見られなかった。